はい、皆さんこんにちは、岩崎です。今日はですね、この MR03 エボシャーシーと、この EX6R を組み合わせて使ったときにですね、ちょっと皆さん疑問に思われているところもあるかもしれないジャイロの設定をちょっとご紹介したいかなと思います。ちょっと送信機の方に行っていただきたいんですけれども、今このデータがですね、今までの V プロで使ってたデータですね。で、プロの場合はですね、この3チャンネル、4チャンネルのところをこのようにこの 5A というやつですね。これで使ってました。で、あれですね、この辺に割り当てると、ジャイロがステップごとに変わるという設定だったんですけれども、今回からですね、基板の仕様が変わってますので、ジャイロの設定というのは、この EX6 などの3チャンネル、4チャンネルの信号が出てる送信機でやる場合はですね、ICS で書かれている数字は完全に無視されます。完全にプロポからですね、データを送るようになります。その関係で、あれですね、新しいのをちょっとお見せします。これですね。これエボで使ってるところなんですけど、この3チャン、4チャンの設定をですね、このように、前はこの 5A というので使ってたと思うんですけども、ここをジャイロというふうに設定します。そうするとですね、こう3チャンネルと4チャンネルのところにそれぞれこうジャイロというのが割り当たります。で、標準ではですね、このキーセットのところにこの ET3 と ET5 というところにですね、このそれぞれ3と4のポジションというのが割り当てられます。そうするとですね、ここにステアリングのジャイロ、ここにスロットルのジャイロが割り当てられます。で、ちょっと実際にその動かすのを見ていただきたいなと思います。はい、ペアリングされてないですね。切りますか？いえ、大丈夫です。そのまま行きましょう。ちょっとペアリングからします。ついでなんでペアリングは以前と一緒です。で、今ちょっとペアリングスティックがないのでカバー外しちゃいましたけど、ペアリングはボタンを押しながらやります。で、一つ注意事項なんですけど、このモジュール、お客さんの方でつけていただくんですけれども、結構ですね、このつく感覚がわからない方とかもいらっしゃると思うんですけども、基本的にはここの面を下のベース基板と同じ位置にしていただいて、ちょっとこのボタンの根元のところをちょっと押していただいて、少しクリック感があるまで押してください。パチッという感じではまりますんで、その状態でこのカバーのですね、アンテナの穴を通して止めてください。で、スイッチを入れて赤い LED がつけば通信もちゃんとできているという状態ですね。はい。で、気を取り直してじゃあいきましょう。今これでジャイロかかってないですね。で、この状態でここの ET3 というステアリングジャイロの部分をこう足していきます。画面で出てると思うんですけども、一応とりあえず今マックスでかけてます。そうするとこのようにマックスできますね。で、半分ぐらいにワン打ち塗るとこは半分ぐらい。ここでもう本当に任意にジャイロが調整できるようになります。こっち側には使わないですね。このプラス側の方ですね。ここで任意に調整ができます。で、同じくですね、この ET5 というところにスロットルのジャイロが入ってますんで、ここもこう打っていくとですね、分かりやすいんで全開にしますけど、そうするとこのようにジャイロが効きますよね。で、これも半分ぐらいにすると、半分ぐらい。で、0にすると、効かないという感じですね。このようにですね、EX6 とか、双葉さんの 7PX などを使うときは、送信機側でジャイロの設定をするようになりますので、そこら辺は間違わないでいただきたいかなと思います。なので ICS でジャイロの設定を変えて EX6 を使ったときになんかジャイロが全く効かないっていうときは、必ずさっきの3チャンネル4チャンネルのところでジャイロの設定をしてですね、ご自分が好きなジャイロゲインのところまで必ず送信機から自分で入れるという指
仕様になってます。なので ICS で書かれた数字を読むのは KT18 の時ですね。あと追加でこの R じゃなくて EX6 の場合はですね、もともとこのエキスパートグリップというのがついてないので、このスロットル側のジャイロの調整ができなくなります。もちろんさっきの設定で3チャンネルと4チャンネルに割り当てることはできるんですけども、物理的に4チャンネル目の信号を送信機側からいじれないので、旧型の EX6 の方はですね、スロットルのジャイロが使えなくなりますんで、もしスロットルジャイロを動かしたい場合は、この KO さんから出てるエキスパートグリップを買っていただくようになります。なのでそうすることで、EX6R と同等の、3チャンネル目と4チャンネル目を送信機から動かせるという仕様になります。そうしないとスロットル側のジャイロが動かせなくなってしまいますので、その辺はご注意ください。